今回は1963年シボレインパラ。メインは、ヴィンテージエアのエアコンの取り付け、それとエンジン始動時の白煙修理になります。ヴィンテージエアのエアコンを取り付ける前にアクセルを踏み込んで、そして離した時、その時にマシンガンのようなアフターファイヤーが起きる。この症状の修理から、原因追及をしながらやっていこうかと思ってます。もともとこのインパラなんですけども、その症状はあったんですね。なんかこうパンパン言う。それで僕のところに最初に来た時には、そのエンジン調整で入りました。でエンジン調整をしてみて、エンジン調整っていうよりも点火時期ですね。点火時期がまずは、めちゃくちゃでした。その点火時期をだいたい正しいごく一般的なところに合わせて走らせたところ、やっぱりなんかちょっと調子が悪い。それで若干なんですけど、点火時期を早めた設定でノッキングを起こさない程度に、それで設定して、あとはバキュームホース類をちょっと見直しながらセッティングしましたら、だいぶ調子良くなりまして、でしばらく乗ってました。それでだんだんまた調子が悪く、アクセルを離すとパーンって言ったりとか、なんか点火時期もいろいろちょっと変えてみたりとかしたんですけども、なんとなくだましっていう感じにはなってきました。このインパラは車検に出しました。で車検に出して一通り、その、整備屋さんで整備をしていただいたんですね。その時に、点火時期が普通に元の状態に戻されてました。元の状態っていうと、大体マニュアル通りなんですけども、それが悪いってわけではありません。このディストリビューターはバキュームアドバンスタイプ、バキュームを使って真空をするタイプですね。そしてバキュームを潰して不圧のない状態で6度、それでバキュームを離したところでこれ14度ぐらいになってたと思うんですね。でアイドリングが点火時期14度ぐらいで回ってたところ、もうとてもじゃないですけどアイドリングしてられないような状態。そしてアイドリングもぐっと、アイドリングできないもんですから上がってたわけですね。それでどうにかこうにか動かしてた、そんな状態だったんですけども、それを最終的にもう一回ちょっと見直して、もともと調子よく走ってたところの点火時期に合わせてみました。でも変わらないですね、症状は。やっぱりアクセルを抜くとパンパンって出てしまう。これ絶対なんか問題があるのかなっていうので、そこの修理からちょっと始めていきます。エアコンはちょっと後になってくると思うんですけども、実際のところはエンジンを朝一かけた時の白煙、その白煙が出るわけですね。でその白煙の修理っていうこともありまして、でなおさらこのマシンガンのようなアフターファイヤーが出る、マフラーからパンパンとこうなると、最初はちょっとエンジンが乗ったままヘッドだけオーバーホールをして朝一始動時の白煙を直そうかなって思ってたんですけども、でもこうなってしまうと、もうオーナーさんもエンジンを一回下ろして全部見てみたいと。そしてエンジンを下ろすことになりました。エンジンを下ろしまして、当然シリンダーヘッドを外してオーバーホール入るんですけども、これは大体バルブステムシールかなっていう、あとバルブのガタとかそういったものを見なきゃいけないんですけど、その前にこのアフターファイヤーに関していくつか僕なりの経験の、例題をちょっと挙げてみたいと思います。まず白煙の部分ですね。この朝一エンジンをかけた時だけ白煙が出る、そして温まってしまえば白煙が出ない。これに関しましては前回いろいろとダッチとかでもやりましたバルブステムシールの劣化。これはですね、バルブが上下にスライドしているところのその周りについているステムシールっていうものがあります。これが、もう何十年も経っていれば吹っ飛んでなくなってたり、隙間が空いてたり、あと切れていたり、結局そこから燃焼室にオイルが入っていっちゃうんですね。走ってる時はいいんですけども、一晩止めてですね、でその一晩でじわーっと夜のうちに入っていって、朝にはその燃焼室に若干なんですけどエンジンが入っている。でこれが8気筒あるもんですから、何気筒入ってるか分かんないんですけど、それでエンジンスタートをした時に、朝だけ白煙が出てしまう。でも1回かかってしまって、例えばコンビニで車を止めてもう1回かける時には
止めてる時間は短時間ですから出てこなかったりするんですね。だからこれはもう大体バルブステムシールかなっていうのがあります。そして次アフターファイヤー。アフターファイヤーの件に関しましては、これはちょっと僕の憶測でしかないんですけども、機械的な部分で考えますとタイミングチェーンが伸びている。これはクランクシャフトと、カムシャフトをつなげているタイミングチェーンですね。そのチェーンがダラダラに伸びていますと、最悪は切れて終わるんですけども、その一歩手前になりますとカムシャフトの角度が変わっちゃうんですね。それによって変なところで火を打ってしまう。大体これメンテナンスであるんですけども、点火系で考えてみますと、プラグワイヤーのリーク、プラグワイヤーがヘダースとか、エキゾーストマニフォールと同じところなんですけど、そういったところに触れていて、そこでパチパチリークしている。よく本当に暗闇のところでエンジンルームを開けましてアイドリングさせてたりとかしますと、青い火花が飛んでたりするの分かるんですね。そこまでいっちゃうともっと調子悪いと思うんです。そしてあとはプラグの劣化。これプラグがですね、しばらく変えてないとか、もうほとんど点火するとこなくなっちゃってるとか、そういうことも考えられますし、あとはプラグコードがプラグにちゃんとカチッと入っているかどうか、あとそこの、接点がガバガバになっていないか、そういったところもやっぱりちょっとチェックですね。あとプラグワイヤーなんかたまにちょっと覗いてみますと、プラグから外して中覗くんですね。そうしますと電極がちょっと錆びてて腐ってたりするんですね。緑色のなんか変な錆みたいな、ああいうのが出てたりしますと、もう大体失火は起きますので、その辺はちょっとチェックは必要だと思いますね。これを合わせて考えますと、例えば、オイルが燃焼室に入ってしまって、オイル上がり下がりっていうのがあるんですけど、オイル上がりっていうのが、ピストンリングから、どんどん燃焼室にオイルが入っていってしまう。でオイル下がりっていうのがシリンダーヘッドからオイルが入ってしまう。そしてそれによる失火、あとはこの先ほどの点火のトラブルですね。こういったものも、絡んできますので、全体的に、まずは下ろして見てみましょうっていうことですね。そして、エンジンを下ろしました。で下ろして、ではフロントカバーを外してタイミングチェーンの伸びから見ていきたいと思います。そしてこれを見てみましたところ、だいぶ伸びてはいます。シングルローラーチェーン、シングルのタイミングチェーンなんで、この伸びは当然出てしまうんですけども、ただアフターファイヤーが起きるほどの伸びではないです。ここはとりあえずパス、最終的には変えますけども、プラグワイヤーの方も特にリークしているところはありません。ちょっとこれ動画で映ってないかもしれないんですけど、原因が分かりました。一番の原因は他にもあるとは思うんですけども、プラグが鬼締めされてたんですね。
シリンダーヘッドにものすごいトルクでかかってて、で僕もこれ怪我するんじゃないかなって思うぐらい硬かったんです。その中で、2本ぐらいプラグの外芯、セラミックでできてるようなところ、陶器みたいなところですね、白い部分、そこのところに縦にピキッとこうひび入ってます。でひびが入ってるっていうのはおそらくプラグレンチでプラグを締めた時に少し斜めになってピキッていったのかな、それからちょっとどうかは分かんないんですけど、それによってそのプラグの外紙からリークをしてました。でこれがもう致命的な原因かなと思います。もともとエンジンスタートの時の白煙がありましたシリンダーヘッド、このシリンダーヘッドからいってみようかなと思います。最初に、バルブステムシールの交換、ここから入ります。これを見ますとブヨブヨにはなってはいるんですけども、残ってるんですけども、バルブとバルブステムシールの間に隙間があるのがもう目視で分かります。もうこれ完全にこれ原因ですね。そしてバルブの方は全体的にガタを見たんですけど、そのガタはないようです。でステムシールを交換を行って、あとはシリンダーの面をちょっと見たりとか、そういった感じで、もちろんバルブのすり合わせとかもこういうふうにちょっとやるんですけど、そしてシリンダーヘッドの方はリビルトというチューンナップっていう感じだと思いますけども、これでヘッドは完成させます。そしてですね、ここでまたちょっと一つ問題が起きまして、こちらのインパラは、350エンジンが乗ってるっていう話だったんで、一通り部品を揃えました。車検証を見ても350エンジンなんですね。 5.72 とかっていうふうに書いてありまして、あとは走った感じ350なのかどうか、大体350かなっていうような雰囲気だったんですけど、下ろしてみましたところ305だったんですね。で特にこの辺に関しましてはオーナーさん何とも思ってはいなく、インパラあるあるなんて言って笑っていただいたんですけども、やっぱりパーツがカムシャフトとかいろいろとカムの摩耗もあるんじゃないかとかいろいろ考えまして、オーナーさんがカムシャフトから何からって一通り350に合わせてパーツをチョイスしてます。そこでそのまま305でいきますかっていうような話になった時に、もう305だっていうふうに分かってて乗るのもなんか気持ち悪いんで、なんか350とかそのぐらいのエンジンないですかっていうことで、急遽ちょっと3%さん用意しました。でこのエンジン305ではなく今回ちょっと3%さんで行ってみようと。そうすると350のパーツを使って3%さんを一気に組んでいきます。
して305から3%へエンジンスワップが始まるわけなんですね。まずはこれアフターファイヤーに関してカムシャフトの摩耗っていうのも考えられるので、特にこのエンジンはローラーなんでカムシャフトの摩耗っていうのは一切ないんですけども、カムシャフトは350用で用意してあったものを組んでいきます。そしてこの350用で用意してあったカムシャフト、これを 3%、ワンランク上の排気量になります。 5700cc から 6300cc。 そうなりますと、例えば350でパワーバンドが2000回転から6000回転のパワーバンドのあるカムシャフトだとします。それがですね、極端な例題なんですけども、ワンランク排気量が大きくなりますとちょっと下がるんですね。1500回転から5000回転ぐらいとか、そんな風になっていきますので、パワーっていうよりもトルクフルになっていきます。もともとトランクに多くのバッテリー、重いバッテリー積んであったりで、この車はフレームがレインフォーシングされてます。フレーム、もともとのフレームに、ちょっと厚めの5ミリぐらいの鉄板を貼り付けてフル溶接されたりとか、そんなところが多々ありまして、重いです。非常に車重重いです。車重が重いとなりますと、パワーを意識したエンジンを積んだとしてもダッシュ力がないんですね。で、速いかっていうとそんなでもないんです。速さっていうよりも体感加速と面白さ、 V8 らしくブイブイ走るってなると、やっぱりこういうお車はトルク型に振ったエンジンの方が圧倒的に面白いです。あと維持も楽だし調子もいいです。